こんにちは。おがんこ美容健康チャンネルです。今日も見てくださってありがとうございます。あなたは自己肯定感高いですか？低いですか？自己肯定感低いおがんこです。どうぞよろしくお願いいたします。何かをするとき、自己肯定感は高い方が楽だなと思うんです。今回は頑張ってる、私頑張れてるの？自分を認めてあげようと題してお送りしたいと思います。施術をしてお体に触れているとお客様のことがいろいろわかります。もちろん私のこともお客様にわかると思います。触れ合うということはそういうことです。そこで思うのはお客様みんな頑張ってるなってこと。もちろんお店には結界を張っているから本当に私を必要と思っていて頑張っている人しか来ないんだけど、それにしても頑張って眉間に縦じわを作って目はしょぼしょぼ、肩も背中もゴリッゴリ、歯を食いしばっているから顎首もガッチガチのごっちごち。興味深いことに奥歯のない方で歯を食いしばっているような凝り方をされている方もあります。どこを食いしばってるんだろうと本人さんもおっしゃっていました。手足なども凝りまくっていて、ここまでかと驚かされます。あなたはどうですか？問題はご自分では頑張ってないと思っておられること、もしくは頑張ってるよ、でも足りないよ、全然足りないという悲痛な叫びを耳にします。あなたは頑張ってるということを告げても頑張ってないと堅くなにおっしゃる。私は頑張ってない人に頑張ってるとは決して言わないんですが、頑張らないと置いていかれる。確かにみんな余裕なくて頑張った成果が目に見えないことも多いです。だけど体は正直であること。頑張ってないならこんなに体は凝っていないはずとお伝えすると、やっと私頑張れてるのかな。はい、頑張っているからこそ辛いんです。頑張ってない人はこんなに体ごちごちにならない。ここまでならない。頑張ってるの好きでしょ？頑張ってる自分好きでしょ？との言葉に、好き。頑張るの好き。頑張りたいの。本当に私のお店には頑張ってる人しか来ないのです。皆さんすごいな。私も頑張らないとって思います。まあ私はそこまで頑張るの好きってわけじゃないからいいけど、でも残念だな。大人になると怒られることはあっても叱られることもない代わりに褒められることもない。せめて自分くらい自分を褒めてあげないともったいないなぁと思うんです。自分が自分自身を認めないとせっかく頑張ったことがなかったことになってしまう。もったいないです。そうは言っても私こそ自己肯定感が低い。自信が自己肯定感につながると言うけど、もっと自信を持てと言われても、自信を持つって何？どうやったら自信持てるの？わからない。
人に褒められるとか認められることが自信につながるというけど、そういうことはあまりないでしょう。どうしたらいいのかな。はっと思い出しました。ある介護施設のイベントで笑いヨガというのに参加した時のことです。やることはシンプルで、あははと声を出しては誰かとハイタッチをする。そしてまた相手を探して、あははと声を出してハイタッチ。始めた頃は広い会場で普段会わない人たちの中で萎縮している利用者さんがほとんどでした。私はある人がとても心配でした。もともと内気で物静かで小柄な方。私も笑いヨガに参加しつつ、その方をずっと目で追っていました。ただでさえ認知症の利用者さんは不安感が強く、まるで能面のような表情で、声も小さく、あはは、動きも鈍いです。そこを笑いヨガのリーダーさんたちがうまくリードしてくださり、だんだんと笑顔が見られるようになり、あははの声も大きくなり、背中も伸びて、動きもスムーズになっていくからすごいです。最後には、キャーとか言いながら跳ねるように移動して、パチンとハイタッチ。あははじゃなくても、キャハハになってるし、少女のように頬だけでなく、耳までピンク色に染まって、美しかったです。すべてが若返り、脳は活性化されていたと思います。これって認知症の人だけじゃなく、全員に言えることじゃないかと気づいたんです。我慢をするとき人は全身に力が入っています。なんでこんなに凝るんだろうとおっしゃる方が多いけど、これで凝らないはずがないです。しかも息を詰めている、そういう人には往々にして息を止める癖があります。つまり息をしていない、呼吸が下手な人が多いです。あなたはどうですか？循環を助ける呼吸がうまくできないので、当然巡りは悪くなり、凝りを押し流せなくなって、どんどん凝って悪化します。しんどくないはずがないでしょう。ちゃんと笑えてますか？そんな状況の中でも、だらだらしてる、もっと頑張らなきゃ、なんでできないの私は、と自分を責めてしまうんです。我慢することに慣れすぎて、一体何に我慢しているのか、そもそも我慢しているのかどうかさえわからなくなっている方も多いです。わからないなら我慢しなくていいんじゃないと私は思います。結婚したら良妻賢母にならなければいけないという変な思い込みがあって、我慢して我慢してできない自分をダメだ、ダメだと責めていた私です。ある時ふっと、こんなことやってられっかと気づいて、良妻賢母をやめたら誰も困らなかったという残念な経験があります。誰も私に良妻賢母を求めていなかったのに、私が私を責め続けていたのだと気づいて、やめたら楽になりました。だから、あなたも、もう我慢しなくていいと思いませんか？そのためには、まずは自分の我慢や責めていることに気づくこと。そして我慢や責めていることをやめること。だ
楽になりましょう。と言ってもそれはなかなか簡単ではないから、形から入りましょう。勝手に名付けて一人笑いヨガです。鏡を見ながら口角を上げて、あははと声を出します。声を出すときは必ず息を吐いています。息を吐けば必ず吸うしかないので自然と呼吸ができます。最初は表情もぎこちないけれど、だんだんと良くなっていくはずです。頑張るのもたまには自分のために頑張ってもいいんじゃないでしょうか。鏡を見ながら口角を上げて、あはは。これを繰り返すうちに不思議と楽しくなってきます。だんだんと笑えるようになります。そして大概のことは、なんてことないじゃん、問題ないじゃんと思えてくるから不思議です。あなたもやってみませんか？我慢しない、自分を責めない、認めるということで、今回はこれでお開きとさせていただきます。お役に立てましたでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？いいねボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。さらに若々しく美しく元気で楽しくなられますように。